おはようございます。こちら朝の8時ぐらいです。日本はドラフトが終わった感じですかね。タイムライン見ると今年も俺指名されなかったな。キューバ人だからドラフトに指名されなかった。いいですね。ドラフト見ながらみんなね、ビール飲んで美味しそうなものを食べてましたね。ツイッター見たら。俺はツイッターでご覧いただいた通りの朝ごはんでしたけどね。ラーメン食べたいな。夢にラーメン出てきましたからね。そういえば自分のライブ動画を見返すことはしないんですけれども、ちゃんと声って聞き取れてるんですかね。結構ね、ここの中庭のところ風が強いんで、風で聞こえないとかあるのかなとか思ったんですけど、ないかな。音量最大にして聞き取れてます。あ、よかったです。ボロさんは晩ご飯何食べたんですか。ぜひ聞かせてくださいよ。日本の美味しいご飯の話をラーメンですか。タイムリーですね。さっきラーメン食べたいって言ったばっかりじゃないですか。いいな、ラーメン食べたいな、本当に。なんだろうな、別にがっつりとかね、二郎系とか家系とかそういうのじゃなくてもいい。もちろんそれ食べられたらそれでもいいんですけれども、もうね、普通にこう醤油ラーメン、素朴なやつとかでもいい。そういうの食べたいっていうような感じなんですよ。っていうか何でも食べたい、日本食のものだったら絶対にね、日本の空港の国際線の到着側のロビーに、ラーメン屋さんとかに着いたらくっそ繁盛すると思うんですよ。羽田とかってね、到着側なんもないんですよね。国際線第3ターミナル。確か俺の記憶だとタリーズとかしかなかったような気がするんですよ。なんか物食べられるところ。そんなのね、長期海外行ってて日本に戻ってきた人が帰国直後にチェーンのカフェに駆け込みますかってタリーズもね、ホットドッグは確かに美味しいんですけれども、
そんなんじゃなくてね、お箸の国のね人間なんでね、お箸で食べるものを食べたいですよね。大体日本に帰ってきたら食べるもの決まってるんですけれども、カツ丼と麺類なんですけども、カツ丼とね醤油ラーメンとか、カツ丼とかけそばとか、食堂とかでありがちな席じゃないですか。それで大体帰国したら囲むんですけれども、幸せの黄色いハンカチに出てきた映画の刑務所から釈放されたばっかりの高倉健みたいな感じですね。いただきます。ガーッと食べるみたいな。食いたいな。なんつうか海外であれ国内であれ旅行だと結局自分の家じゃない他の場所なんで慣れてない場所でもあるんで、こう睡眠と食事で復活するじゃないですか。こう活動してってだんだん疲れてって睡眠と食事でもう一回盛り上がっていって、それでこんな感じで消耗回復繰り返していくと思うんですけれども、キューバね回復できないので本当にねどんどんね衰弱していくのが分かります。もう自分の体力の貯金っていうか、それをどんどん削ってってるっていうのが分かる。慣れたらセーブの仕方も分かるでしょうけれどもね。やっぱ旅行は近場が一番いいっすね。虫にたかられてるし、めっちゃ蚊にたかられて耳の周りがブンブンいってるんですけれども、ベッドの寝心地は悪いですか？悪いですね。悪いです。なんでかこうツインの部屋なんですけれども、ベッドがくっついてるんですね、2つで。それで、真ん中に向かって若干こう角度がついてるんです、ほんのりでね。それがねすごい気持ち悪くてね、なかなか寝つけないしね、言うてマットレスも硬いし、シーツはゴワゴワでね毛布はチクチクするし、枕臭いし、なんかね枕のカバーねここね変えてないですよ。多分1日だったらひっくり返して、もう1日だったらさらにひっくり返してっていうのが多分ね繰り返してるはずなんですよ。寝るときにあれこの枕なんだろう、なんか知ってる匂いがすると思ったら、これ俺の頭の匂いじゃないのみたいな、絶対そうだと思うんですよ。ベッドメイキングとかもね日本並みにぎっちりやれっていうふうには言わないですけれども、せめてね、ベッドはねこう角度ついてない方がいいですね。あと海外あるあるとかだと思うんですけれども、寝てるとこう従業員が大声で話しながら廊下取ったりするんですよね。キューバに限らないと思うんですけども、それで寝たと思ったら電話かなんか話してるのか、それとも一緒に歩きながら同僚と話してるのか、めっちゃ大声で話して歩いてるんで目が覚めてうるせーってなるんですけど、日本だとまずそんなことないじゃないですか。そこら辺はね慣れました。かといってね他のホテルが
いいのかというと、いろいろなホテル、ハバナのホテル泊まりましたけれども、変わんねえなって思うんですよね。だったらここのホテルが、慣れてるからいいかっていう風な感じなんですけれども、キューバのホテルもね、コロナで一度閉館したのがまだ再オープンしてないっていう風なホテルがたくさんあるので、ホテルの数自体はね、まだマックス状態にはなってないんですよ。それでもまだ新しいホテルを建てようとしてるし、何なんですかね、そういった古いホテルのインフラを新しくしてリニューアルした方が費用かかんないと思うんですけどね、新しいの作る、そういう考えがないのかな。背は爆発したホテルは今どうなってますか。サラトガホテルですね。ハバナ、カピトリオの向かいにあるやつですね。見に行きましたけれどもね、瓦礫とかは撤去されてましたけれども、まだこうボロボロのところむき出しで、そこをどうしようかっていうふうなのね、決まってないんじゃないですかね。歴史のあるホテルだから全部潰して建て直すっていうのは多分できないと思うんで、補修してねやることになるとは思うんですけれども、それでも人あんま来なくなっちゃうんじゃないのかなと思うんですけれどもね。場所はすごくいいとこなんですけれどもね。サラトガホテル調べれば多分 Google マップとかで出てくるんですけど、キューバってね、サラトガホテルはガス爆発だったらしいですけれども、メンテナンスしてなくて人が住んでなくて、もう朽ち果ててる建物が結構街中にあるんですよ。地震とかないんですけども、それで自然崩壊してバシャーンと瓦礫になっちゃうっていうのも稀にあるので、ハバナのど真ん中の大通りとかでもそういうもう上から落ちてくんじゃないかみたいな建物が結構あるので、ヒヤヒヤするんですよ。情報ありがとうございます。有名なホテルはそうです。有名なホテルですね。相当昔からある名門ホテル。キューバ島なのでね、海風とかでね、建物ダメージ食らうのが早いっていうのもあると思いますし、あともう建てたら建てっぱなしでね、メンテナンスなんかしない、リフォームなんかしないし、補強とかもしたりしないので、もうあとは朽ち果てるままとかなんです。やって塗装し直すとか、そのぐらいのレベルですし。それにハリケーンとかもね、毎シーズン毎シーズン来るので、それでダメージとかもね、蓄積していくんでしょうね、多分。もうハリケーンシーズン終わってるけど、確かなんか昨日ニュース見てたら、メキシコにアカプルコにハリケーンか何かかな、なんかでっかいのが来て、ものすごい大変なことになってるって言ってましたけれども、珍しいですね、この人。世界中で天変地異なんですかね。東京で積もるほど氷が降ったっていうふうにニュース見ましたから、大変だな。でもあったかいのはいいな。それだけだな。もう日本だと最高気温十数度とかですよね、シーズン的に言ったら。今年は暖冬らしいですけども、暖かいらしいですけど、今何度ぐらいなのかな。朝だから、朝になったらもう結構冷えるような季節になっちゃってるのかな。それ聞くとちょっと日本戻るの嫌かなとか一瞬思ったりするんですけれども、
気の迷いですか？でもハバナのホテルが爆発したなんてよくご存知でしたね。キューバのニュースなんてほとんど日本に入ってこないじゃないですか。チェックしようとしない限り勝手に入ってくることはないので。それはね、いいことだと思いますね。何かが好きだったらそれを作っている国とかね、その国にも興味が向くのは当然のことなので、そうすると背景を知ることができるので、葉巻もね、葉巻の楽しみにね、こう厚みができるというか、楽しみがまた幅が増えるという、そう思います。ハバナにも日本料理店が、2、3軒あるんですけれども、そういえばコロナ以降行ってないの。一回コロナ中に行ったら店閉まってたんで、もう一回行く気はもうなくなっちゃって行ってないんですけれども、遠いし行ってみようかな。前もライブ配信で言ったかもしれないんですけれども、ハバナにブエナビスタカレークラブっていうカレー屋さんがあって、ハバナでカレー屋さんってまずないんですけれども、そこはね本当に美味しかったんでね、大好きだったんですけど、マジで東京でお店開けるぐらいレベルの高さだと思ったんですけれども、あそこにまた再開してくれないかな。バターチキンカレーがすごく美味しかったんでね。あ、そうか。日本、今木曜日ですね。木曜の夜ですね。じゃあ、明日金曜日か。カレー曜日だな。カレー食べない。俺もキューバにね、カレー飯持ってきてるんでね、金曜日はそれでなんとかカレーを食べることには成功してるんですけれども。カレー食べたいな。キューバって結構各種スパイスが育つ土地なので、全然作ることもできるし売ってはいるんですけど、スパイスを生かした料理ってないんですよね、全く。だからさっきも言った通りカレー屋さんもまずないですし、なんでかっていうとキューバ人って辛いもの嫌いなんですよ。だってインドだって暑いのにみんなカレー食べるじゃんっていうふうに思うんですけども、キューバ人ね、辛いの本当にダメなんです。甘いのが大好き。甘じょっぱいのがね、なんか国民的にね合うらしくて、照り焼きソースとか好きなんですけれども、なんかお菓子とかもあげても、歌舞伎揚げとかポタポタ焼きのね評判がねいいんです。ああいう多分ね味がね好きなんだと思うんですよね。カレー揚げた時にはね、もうこのスープ辛くて食えないですよ。レトルトの揚げたらスープじゃないんだけどお米にかけて食べるのですごい甘口の子供向けのカレーとかだったら、これなら美味しい、食べられたみたいな感じのね反応が返ってくるんですけれども、暑いからね辛いもの食べない。
食べる、まあ、よくわかんないですよね。舌に合わなかったのか、それとも子供の頃からあまり慣ら親しんでない味だからなんかこう拒否反応が出る。まあね、砂糖はね、サトウキビ腐るほど取れる国なので、料理とかによく使うので甘いのが好きっていうのは分かるんですけど、キューバの年寄りなんてね、エスプレッソあるじゃないですか。ちっちゃいカップにこうスプーンが立つぐらいまで砂糖めちゃめちゃ入れて、それでもう飲むっていうかね、食べてるみたいな感じの人もいるんで、だからエスプレッソの飲み終わったらそこにね残ってるね、溶け残った砂糖をスプーンで食うっていうのは、それが美味しいんだとかイタリア人も言ったりしますから、そういう食べ方もありなんだろうなっていうふうに思いますけど。まあ、葉巻はね、俺のツイッターをフォローしてる方はね、見たと思いますけれども、昨日もウォークインヒュミドルに葉巻パンパンの、ね、写真アップしたと思うんですけれども、昔からそうですけど、キューバも葉巻あるところにあるし、ないところにはない。それに、葉巻をないなと思っても後ろに隠してて出してくれないっていう風なところも普通にたくさんあるので、出してくれないやつとかがね、ないとかいう風に言ったりすることはね、よくあると思う。まあ論より証拠ですね。キューバのね、葉巻ショップも小売店の上にいる、要は卸元が全部同じじゃないんですよね。数種類あって、要はそこの卸元が葉巻をたくさん持ってるかどうか、キューバ国内での力関係がどうかっていうことで、それが小売店の在庫にダイレクトに反映される。キューバ社会主義なので、どこでも国の資本が必ず入ってる、入ってないところはありえないんですけれども、やっぱね、一番力を持ってるのは、ね、軍なんですよね、アーミーだから。そこの軍が資本として入ってるところはどんなところでも強いです。シガーショップだったら在庫がたくさんありますし、ホテルだったら食材とかたくさん取り揃えられますし、だからね、こういう点でもね、若干ね、葉巻の値段もね、微妙に違うところがあるんですよ。日本だとね、法律で定価法があるので、タバコの値段全部同じ、どこ行っても同じですけれども、ね、どこのお店でも。キューバはね、若干違うんです。それは結局卸元が違うからっていう風なことが理由なんですけど。そういう風なところはね、仕組みが複雑回帰で、とても資本主義では考えられないようなことなので、これはね、本当に難しいです。知ろうと思わないとわからないし。ロードモントレーのリミッターだを購入しました。ああ、一番新しいやつですか。あれ何でしたっけ。なんとかナンバー4とかいうような名前でしたっけ。何だったっけな、忘れちゃったな。まあね、何買ってきたかはね、日本に帰ってきた後はツイッターとかで、ね、写真アップしようと思いますのでね、つまりツイッターフォローしてねってことです。
全然失礼じゃないですけど葉巻もねなんかねこれをまだ出回ってないこれをゲットしたとかねこれあるぜみたいなのがね偉いみたいなね謎の風潮があるんですけど別に偉くもなんともないですし高値掴みしてさせられてるわけですからどうせしばらくなったら市場に出てくるわけですからねなんだろうな初物振興っていうのが多分日本にあると思うんですけど江戸っ子の初ガツオじゃないんですけれどもリミターだとかね限定品とかはただそれだけを吸っても当然美味しい厳選された素材で質の高いものを作られてるから美味しいのは当たり前なんですけれどもそうじゃなくて単なるスタンダードラインナップ単なるっていうのはおかしいですねスタンダードラインナップ通常の一般商品こそが命魂なんでそれをねカバの手作りだから一個一個味わい違いますけれども、個性とか特色っていうものはそういうものの中でもあるわけなのでそれを抑えて例えばオヨデモントレーだったらオヨデモントレーのスタンダードラインナップを全部知っていて、オヨデモントレーの種類の数もたくさん知っているオヨデモントレーのブランドっていうのはこういう個性特徴だっていうのが分かるんですよねその後オヨのリミターだとか、限定品とかをするとこうなんだそれが土台になってるんで、それだけはポンって吸うよりも分かることと楽しみ方が全然段違いなんですよだから俺はスタンダードラインナップを吸ってみてくださいそれが基本ですから、いつも言ってるんですけど基本ねないがしらにしてね珍しいものだけ吸ってても分からないですよねお酒もそうじゃないですかメーカーのスタンダード品がそれを分かってないと限定品とか特別なものそれだけで飲んでも美味しいですけれどもそのメーカーの深みとかは把握しきれないだから俺もデイリーシガーということで常に吸う葉巻時々品とかねブランドとか変えたりしますけれどもそれを常に吸っておいて舌を鳴らすわけじゃないですけれども吸わないと忘れますから、ソムリエさんも常にワインを飲むの忘れないためじゃないですかそういう風にしておくと他のものを吸ったりした時に違いが分かるんですね違いが分からないと説明もできないんですからだからね珍しいものレアなものばっかり吸ってても葉巻については何も知らないっていう風なことになるのがオチなんでね、つれづれ草書いた健康方針第何弾だっけな160何弾だと思いますけれども変わったもの地域なものばかりを追い求めるのは学が浅い尖閣な人の特徴であるというふうに言ってますんで昔から日本変わんないんだなっていうそんなものだけ追いかけてても見聞が広いとは言えないっていうことですね何か偏った思考をしてると結局理論とかも破綻してしまうので全部ね抑えないとそこはプロと言えないので一般に楽しむ分にはねいいと思うんですカスタマー消費者としてだったらもうその気の向くままに、楽しめばいいだけの話でもねそこを説明するプロとかになるとそういうわけには多分どんな分野でもいかないと思う
だからね、葉巻何が好きですかとかいうふうに聞かれることがよくあるんで、逆に聞くこともあるんですけども、そこで何々が好きですっていうの限定品とか出てくると、ああというふうに思っちゃったりするんですよね。知り合いにボリバーのベリコソスピノスが好きで、それがあればいつもそれ吸ってますとか、あとペルフェクトが好きなのでウルトラが、だからクワバだけしか吸いませんみたいな人が結構いるんですけれども、ああすげえな、分かってるなっていうふうになるんですよね。理論と知識でね、それが優れてるっていうふうなのは、まあ、分かるんですけれども、例えば吸ってみてこれが美味しいって、そこもうすっ飛んで自分の味覚でねこれが美味しいっていうふうに言えるのがもう本物ですから。例えばボリバーのオセスフィノスとかピラミデじゃないですか、ヘッドがとんがってる。でビトラでヘッドがとんがってるのって普通の丸いパラメとか作るの大変なんですよ。トルセドールも上手い人しか任せてもらえない。要は失敗したらぶどまりが悪くなっちゃうので、上手い人にしか、高いいいものは任せられない。そうするとそれは味が分かる人はそれ美味しいなっていうふうに思うんですよね。で後で、ペリコソって上手い人しか負けない。だから素材も吟味されてるから美味しかったんだなっていうふうなのがその時点では分かるんですけども、でもその人はそれを聞く前から自分の味覚嗅覚でこれがいいっていうふうなのが分かってるっていうことなので、葉巻云々は別として、要はグルメとして、ある程度のところは達せられてるってことなんです。もう情報を食べるとかじゃなくて、情報何もないのに、自分の味覚だけで判断ができる。それはね、本当に素晴らしいことですよね。高級消費財の世界ではね、当然値段が高ければある程度の美味しさ、品質っていうのは担保されているので外れはないんですけれども、その金額っていう数字だけでね測ってるんだったら、それでもう自分の味わいの受け取り方とかも脚色されちゃうわけじゃないですか。そういうふうな前情報なしでこれが美味しい、これは良くないっていうのが判断できる目をね養いたいですよね。むしろそれが賢いっていうふうなことになると思います。そういうのはね、ブラインドテイスティングしてみるとね、すぐ分かるんですよ。仲間の人とかでリング取ったノーリングの葉巻を吸わせてもらうみたいな。それでこれどうかみたいな当てられればすごいですけれども、感想とか言ってこれ何々じゃないかなっていう風なところで答え合わせしたら全然違う。そういう風にするとこう切りつくっていうか、ちょっとピリッとするっていうか、真剣に葉巻吸うようになるじゃないですか。もちろんダラダラ吸うのもいいと思うんですけども、そのためだけにね葉巻吸うのはね、葉巻が高すぎるのでもったいないっていう風な考え方ができます。ただあんまりブラインドテイスティングやりすぎるとね、関係にひびが入ったり友達なくしたりするかもしれないから、そんな頻繁にはやらない方がいいかもしれないです。まず外れますんで。
にしろ葉巻はもう出来上がった箱の中にあるものでもそれぞれ若干味が違いますし、移動した経路とかね、管理している環境であるとか、作ってからどれだけ経ってるか、熟成の年数ですね、どういった環境でそれをずっと寝かせられたかっていうのでももう味が千差万別なので、一度違ったらね、何年も経ったらそれどんどん離れていって角度がすごいつくことになるじゃないですか。だからね、同じものは一つもないでもそのブランドに精通しておけば全部違うけれども重なるところがあるので、そのブランドの個性とか特徴っていうのは把握できるので、そこをね分かると、他のものをした時に区別できる、違いが分かるっていうふうなことになる。なので葉巻はたくさん釣ってくださいっていうふうに言ってます。だから葉巻する時もブランドが違うけれども同じビトだ、サイズもシェイプも太さも同じやつを交互にテイスティングしながら吸ってみると違いがねはっきり分かるので、そういう風な吸い方すると面白いんじゃないかなと思いますし、俺もよくやりますし。楽しみのために葉巻をね吸ってるんでしょうからね、その楽しみの幅を広げるっていうのはね、いいことだと思いますし。日が出てきた。今日は風がないですね。昨日までねめちゃめちゃ風が強かったんでね。この風が強いのはさっき話したこのメキシコのなんか季節外れのサイクロンだか台風だかハリケーンだかわかんないですけど、それが理由ですかね。キューバ島国だし高い山がね日本みたいにねないのでね、風遮るものがないんですよね。地震で隆起した、ね、島じゃなくてなんだっけ、隕石が落ちてねせり上がってきた、ね、島なんでね。来てから3日だけど、いつもこのメディアハバナの中庭にいる猫のモヒートがまだ見てないな。時間が合わなかったのか、それともフラッと別の旅にでも出たのか。共産主義猫モヒートキューバだからね、猫まで多分共産主義だと思うけどね。やっぱり日本にいる猫とね顔つき違いますね。なんか小ずるそうな顔してるんですよね、あいつね。
日本は野良猫とかね、今野良猫って言わずに地域猫って言うんでしたっけみんな周りの人が可愛がってね、餌とかあげてるからぷくぷく太ってね、野良猫なのか飼い猫なのか毛艶もいいしっていうのばっかりですけれども、キューバに限らず他の国はね、野良猫なんてね、みんな大体ガリガリに痩せて皮膚病とか病んでるんでね、毛並みも汚いんですけれども、やっぱねホテルにいる猫はね、いいものを食ってるのかツヤツヤですね。多分路上でネズミとかね、ハトとか取ったりする必要がないからだと思うんですけれども、みんなレストランのお客さんがね、こういうね、食べ物いくらでもくれますから。あんまり徳が積み切れずに、ライスで動物になるんだったら、飲食店の縄張りを持ってる動物がいいですよね。赤坂見附から弁慶坊を越えた方の大バカなにそこのテラス縄張りにしてるスズメがたくさんいるんですけども、お客さんがご飯食べてるとパンくずとか足元が急に来るんですけど、全然人間を恐れないんですよ。そいつがね、スズメのくせにねブクブク太っててね、こいつ栄養状態すごいいいんだろうなって。だからここの中庭を縄張りにしてるモヒートと、あとあっちのいつも朝ごはん食べるレストランだから会場になってるところを縄張りにしてるまた別の猫、さっきツイッターでも上げたやつなんですけど、あいつ名前ちょっと分かんないんですけど、あいつとかね、ツヤツヤですね、プクプクしてるし。なんかキューバ特産の猫いましたよね。そのまま名前ハバナだった。なんか忘れちゃったんですけど、どこにいるんだろうな、見ないな。なんかブリーダーとかがいて野良猫とかにはならないのかな。日本にもなんか数少ないけど入ってきてるらしいんですけど。ロシアで戦争が起こってるから、ロシア上空飛行機飛べないし遠回りにもなってるから、今イスラエルでね戦争起きてるから、それがどういうふうに影響するかわかんないですけど、やめてもらいたいですね。メリット一個もないので。キューバではね、新聞とかニュース見ると、キューバ自体が反アメリカなので反イスラエルだからパレスチナ応援みたいな方の感じなんで、もうそれ一色なんですけれども、そこら辺はね、元気にいれば外国人ですけれども、しっかり見てれば感じますね、それはね。
なんてなんか今日もあんまり葉巻の話してないですけど、逆にキューバも当然シガーショップに行けば葉巻はねたくさん目にかけますけれども、そこら辺歩いてるキューバの人とかはね別に葉巻捨てるわけではない。葉巻は売り物でね外貨を稼ぐもの、自分たちが吸うものじゃないわけです。タクシーの運転手とかカフェの店員とかに聞いても、葉巻は好きだけど別に吸わない、そもそも高いし、みんなめちゃめちゃタバコ吸うんですよ。タバコは安いですし、っていうかキューバに観光に来てる外国人、別の国から来てる人たちもみんなタバコバカスカ吸ってますし、何なんですかね、世界的に禁煙の風潮になってるけどみんなタバコ大好きなはずなんですけれどもね。ちなみにキューバ国内で販売されているタバコはキューバで作ってるタバコも当然ありますけれども、葉巻のブランドと同じ名前なんですけど、でもそれよりもなんかブラジルとの合弁会社で作った、紙巻きタバコの方がたくさん出回ってますね。紙巻きタバコは特に興味がない、買ってまで吸うとかは思わないですから、どういうブランドとかどういう名前かっていうのはよく知らないんですけど、なんかね、ハリウッドとかなんかそんな名前のタバコとか売ってるの見たな。何のかの言ってもね、キューバ政府じゃない、キューバ人自体はアメリカのことは好きですからね。経済封鎖されてて経済協力してくれないけれども物とかたくさん作ってますし、みんなね iPhone は欲しいですから。小さんさん QB T シャツ可愛いですね。ありがとうございます。お気に入りです。着てるとね声かけられたりします。キューバ人もね特に若い人たちはね日本のアニメ大好きなんでね、毎月どこかしらでコスプレイベントやってるらしいですし、どうやって見てんだろう、どうせ違法視聴だと思いますけれども、ちゃんと金払ってみるんですけど、金がないからしょうがないから。映画やるからね、新しいのね、楽しみですよ。日本のアニメーションはどこの国行っても多分人気だし、ちやほやされるし、キューバでもね大人気です。なんかホテルのドアマンでこの T シャツ見て声をかけてきた人と世話話してたんですけど、アニメ何が好きなのって聞いたらナルトが好きだっつってナルト走りしてくれましたけどとか言ってる間にね、葉巻もね、ちびけてきたのでね、今日はこの辺にしたいと思います。日本は夜の9時45分ぐらいですか。やりたいな。そういうことでね、Twitter もフォローしてチェックしていただければと思いますので、では皆さんおやすみなさい。